わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。なお、本動画はポリメガのファームウェアがバージョン 1.123 時点での機能紹介となるので、そのつもりで視聴いただきたい。今回のテーマはこれじゃ。前回インストールについて紹介したので、今回は基本的なゲームの遊び方を紹介していくのじゃよ。コレクションに追加、そしてインストールしたゲームは、基本設定だとトップメニューの最近追加したゲームといプレイリストに表示される。もちろんコレクションから検索してプレイも可能じゃ。プレイしたいゲームを選ぶと、ゲームの詳細画面が表示される。プレイを選ぶとメニューが開くので、新しいゲームを開始でゲームスタートじゃ。複数 CD のタイトルの場合は、ゲームタイトルを選んだ時点で、さらにどのディスクを起動するかを選ぶことができる。いきなり2枚目から起動ということも可能じゃ。基本的には紹介文は共通じゃが、おまけディスクのような本編とは別扱いになっている場合は、別記載になっていることもある。データベースの登録次第じゃな。また、PC エンジン CD-ROM のタイトルについては、BIOS を選択することができる。ただし、EM04 モジュールでシステムカードをインストールするか、直接 BIOS を置くなど、ポリメガのメモリー内に他の BIOS データがある場合じゃ。スーパー CD-ROM のタイトルをあえて CD-ROM の BIOS で起動して、エラー画面を見たい場合などにわしは使っているぞ。システムカーあとドのバージョは両ンが違い対応のます。ゲームで違いを楽しむとか、バージョン 3.0 以上のカードを使ってね。どちらにしてもこれはちょっとマニアックな遊び方じゃな。ゲームがスタートした後は、ポリメガのホームボタンを押すとメニューが開く。ホームボタンのない外部コントローラーなどの場合は、スタートボタンプラス上ボタンがメニューボタンとなるので、覚えておくと良いぞ。セーブステートを選ぶと、ステートセーブができる。新規に作成するか、既存のデータがあればいずれかのデータに上書きすることも可能じゃ。作成できるセーブの数には制限はなさそうじゃが、数が多くなると動作が重くなったり、内蔵メモリを圧迫する可能性はあるのじゃ。新規作成した場合は、最新のデータが左に追加される。なので、一番右が一番古いデータということじゃな。ステートをロードを選ぶと、セーブデータが表示されるので、十字ボタンの左右で選んで確定すると、データをロードする。セーブ&ロードの操作を確定すると、画面の右上に、セーブ完了、ロード完了の表示がされる。個人的にはこれ邪魔なので、表示の有無を選べると嬉しいのじゃ。あとは、セーブ&ロードどちらも、X ボタンで任意のデータを削除することができる。X ボタンを押した場合は、削除しますかの確認画面も出るので、間違って押してしまった時も安心じゃ。難点としては、セーブデータに日付や時刻などが表示されないので、データがわかりにくいことじゃな。コントローラを選んだ場合、表示されるサブメニューは、基本的には、ターボ、アナログ、ランブル、管理の4つじゃ。このうち、ターボは連射機能じゃ。ゲーム単位で任意のボタンに連射機能を設定できる。ターボを選択すると、ターボファイヤーへマップするには好きなボタンを押します。と表示されるが、これは
連射を設定したいボタンを選んでくださいと思えばよい。任意のボタンを選ぶとこのように連射機能が設定される。同じ操作を繰り返せば、すべてのボタンに連射を設定することも可能じゃ。連射機能がすでに設定済みの場合は、ターボを消去を押すと設定を一旦すべて消去できるようになっている。アナログはアナログ操作、ランブルは振動のオンオフ設定じゃ。ただ、これは対応しているゲーム機でないと表示されず、プレイオフ表示となる。アナログはサターンやプレステ、ランブルはプレステのみに表示される機能じゃな。管理は、コントローラーの切り替えなどをしたい場合に使う機能じゃ。選択すると、一旦コントローラーの接続がリセットされるので、外部コントローラーや2つ目のコントローラーなどを認識させたいときに使うのじゃ。画面キャプチャは、その名の通り、メニュー画面を開いた時点のゲーム画面をキャプチャする機能じゃ。キャプチャした画像は、トップページのメディアにも表示され、任意のストレージに保存することで外部の PC などでも使用することができる。もちろん削除も可能じゃ。ただ、難点としては、画像サイズが 320×240 というのと、後日する仮想ディスプレイの効果が適用されていない素の画面なので、あまり画質が良くないということじゃな。ゲーム画面に様々なフィルタ効果をかけることができる機能じゃ。こちらについては別の動画で詳しく紹介するので、今回は割愛するのじゃ。設定もビデオと音声のサブメニューに分かれているが、システム全体の映像及び音声の設定メニューと同じものじゃ。そのため、今回の説明では割愛するのであしからずじゃ。これは通常のカートリッジのタイトルの場合は、ゲームの再起動ができるのみじゃ。注意点としては、リセットではなく電源の入れ直しにあたるので、リセットとしての機能はポリメガにはないということじゃな。ただ、CD 系のゲームの場合は、ちょっと違ってくる。データベース上、複数枚組扱いになっている場合は、紐付けされた他のディスクへの入れ替えができるよう、ディスク2挿入、ディスク3挿入などが選べるようになる。もしゲーム中にディスク交換を指示された場合は、この機能で任意のディスクを選べば認識してくれる。これはファイナルファンタジー7で実施した例じゃ。この通り、ディスク1をプレイ中に、コンソールからディスク2挿入でディスク2を起動。その後、最初からスタートを選ぶとディスク1挿入を指示されるので、同様にコンソールからディスク1挿入を選ぶことで、問題なくディスク1をオープニングからプレイすることができている。ただ、問題としては、あくまでポリメガのデータベース上で複数枚ディスクとして設定されていることが前提の機能ということじゃ。データベース登録のミスで3枚組なのに2枚組として登録されている場合は、3枚目に切り替えることはできないということじゃな。また、オーディオディスクを挿入するを選んだ場合、CD ドライブに挿入してある音楽 CD をゲームに認識させることができるのじゃ。この機能はバージョン 1.120 にて追加された機能で、これによりプレイステーションのビブリボーンや
モンスターファームなどのゲームがポリメガでも遊ぶことができるようになったのじゃ。起動時のメニューとして他にクラシックモードというのがあるのじゃ。このモードで起動すると画面の右下にしばらくクラシックモードというのが表示される。このモードは通常のモードと何が違うかというと、ステートセーブ&ロード、連射機能、チートコード、パッチなどの機能が使えないモードじゃ。それ以外は特に何も変わらず普通にプレイができる。なんでこんな機能があるかというと、配信時などに自分は一切チート機能を使っていないぞということをアピールできるということらしい。まあ、動画の編集段階でどうとでもできてしまいそうな気もするが、そういうプレイスタイルや動画配信時のことも公式は考慮しているということじゃな。チートコードやパッチもあるが、このあたりについては話が長くなるので、別途個別の動画で説明する予定じゃ。とりあえず今回はチートコードやパッチを使えるということだけ知っておいてもらえればよい。プレステやサターン、メガ CD など CD 系のセーブデータの扱いについて説明するのじゃ。サターンやメガ CD、CD ロムロムやネオジオ CD など内蔵メモリがあるゲーム機は、ゲームソフト1タイトルにつき、本体1台分の内蔵メモリが専用で割り当てられている状態になっている。プレステの場合は、スロット1とスロット2にメモリーカードが刺さった状態として、ゲームソフト1タイトルにつき、メモリーカード2枚分が専用で割り当てられている状態じゃ。なので、たくさんゲームがあるとセーブする容量が足りなくなるのではという心配はあまり必要ないので安心するのじゃ。ただ、問題点が2つあるのじゃ。1つは、パワーメモリーや天の声バンクなど外部メモリーにあたるものがないということじゃ。このため、一部のセーブデータが大きいゲームは1つしか保存ができなかったり、外部メモリーがないとセーブできないゲームなどはセーブ自体ができないということが発生するのじゃ。まあ、ある程度はステートセーブで代用はできるが、リプレイ保存などは今のところはどうにもならない状況じゃ。もう一つの問題は、他のゲームのセーブデータを参照する場合じゃ。これはほぼサターンとプレステに限った話じゃな。例えば、プレステのアークザラットや幻想水湖伝などのように、2をプレイする場合に前作のデータを引き継ぐことができるというゲームはどうなるのかということじゃ。結論から言うと、対応はしている。ただ、公式側で個別にデータベースの紐付けを行って対応しているので、未対応のものもある可能性が高い。とりあえず、上記の2タイトルやサターンのスーパーロボット対戦 F、シャイニングフォース3などは対応しているのを確認済みじゃ。ただ、基本的には参照できるのは一つのタイトルのセーブデータのみなので、プレステのメタルギアソリッドのような参照の仕方は現状では厳しい。もちろん複数枚組のゲームについては、すでにデータベース内での紐付けができているので問題ないのじゃよ。ファイナルファンタジー7の1枚目と2枚目でメモリーカードが共有できないということはないので安心するのじゃ。セーブデータや複数枚組については、ポリメガの売りでもあるデータベース上の紐付けとの関連が大きく影響するため、ユーザー側の自由度が低く、こういう少し不便な状態になっている。今後のアップデートに期待したいところじゃな。あと、プレステについてはステートセーブ&ロードを使うと、
高確率でメモリーカードのセーブデータが消えるという不具合がある。これもなんとかしてほしいのじゃよ。ゲームプレイ中はステートセーブ&ロードや連写機能、画面キャプチャなどが使える。仮想ディスプレイという画面フィルタ機能やチート機能、バッジの割り当てが可能。CD 系のゲームの場合は基本的にはディスクの入れ替えや任意のディスクからの起動が可能。モンスターファームやビブリボンのような音楽 CD への入れ替えも基本的には対応。セーブデータはゲーム1タイトルにつき本体の内蔵メモリ分の容量が割り当てられている。プレステはメモリーカード2枚分。原作など他のゲームのセーブデータを参照するタイトルにも基本的には対応している。音楽 CD 入れ替えへの対応や複数枚組の入れ替え、他のゲームのセーブデータ参照などはデータベースの紐付け設定次第なので対応していないタイトルもある。CD 系のセーブ容量についてはセガサターンやメガ CD、CD ロムなどは外部メモリーに対応していない。そのため本体のセーブ容量を超えるデータはセーブすることができない。あとはBIOS を変えてしまうとステートセーブのデータは無効となるので CD ロムなど別の BIOS を使う場合は気をつけるのじゃ。まあこのあたりはリリース当初からもいろいろと問題があったが少しずつアップデートで解消されつつあるので今後のアップデートでさらなる改善がされることを楽しみにしているのじゃ。というわけで今回はここまでじゃ。ポリメガの実際の機能や使い方について聞いてみたいことや知りたいことがあればコメント欄に記載してくれ。今後の動画の参考にさせていただくのじゃよ。では次回もよろしくな。